ただいま、エジプトはギザに来ております。後ろに見えるのは本物かのように見えますが、こちら実は絵となっております。絵となっております。絵となっております。いや、本物です。ちょっと集中してください。ごめん。前回振り返りをやってから3ヶ月間だったので、ね、この背景もいいっていうことで、ちょっとここで振り返り動画を撮っていこうかなと思ってます。今回もまた7月から7、8、9のこの3ヶ月間の振り返りですね。そうだね。まあ、7、8、9は主にヨーロッパを旅してきてるね。いやー、長かったね。濃かった。めっちゃな、3ヶ月だとは思えないくらい。濃かった。まずトルコから始まり、うんそこからギリシャに入ってギリシャで2都市行ったね。でそこからブルガリア、ルーマニア、ハンガリーでチェコでワーカーでボランティアをしました。でチェコからポーランド、ここも2都市回って、そこからバルト三国ですね。リトアニア、ラトビア、エストニア、フェリーでフィンランド、フィンランドでもワーカーでまた船でスウェーデンに渡り、デンマークで、そこからまた船でドイツに戻ってきて、ドイツでワーカーへ。ドイツも2都市回ってチェコのプラハに戻ってきて、オーストリアのウィーンに行って、ハンガリーにもう一回戻ってきて、でそこから飛行機でエジプトに飛んで今です。はい、でもバスでさ、陸路移動がねできるから。飛行機はサントリーニ島っていう島に飛ぶのとエジプトに飛ぶのの2回しか使ってない。他は全部バスか鉄道かフェリーで移動しました。もう丸々ヨーロッパ全部。そうだね、ヨーロッパだったね、このヨーロッパ3ヶ月は。まあ、大きくは振り返りっていうところメインで、まあ、あとは最後にちょっと費用のところも話していけたらいいかなと思ってます。まずこの3ヶ月間で、まあ、どう振り返るのがいいかなって思ったんですけど、一番分かりやすいなっていうのがあって、旅の仕方みたいなのを改めて考える機会があって、そこで3つ大きくね、この旅の目的みたいなところを2人で見直したタイミングがあって、それに基づいて喋るのがいいかなと思ったので、ちょっとそれベースで話していこうと思います。その3つ大きく掲げたんだけど、1つ目が人との出会いを大切にする旅をする。2つ目が次に旅する人のためになる旅をする。ちょっと分かりづらいんだけど、次に旅をする人、その人のためになる旅をする。2つ目です。で3つ目が今この瞬間を大切にする旅をするっていう、この大きく3つを挙げましたと。なんか哲学チック。哲学ね、ちょうどね文字数が一緒だったでまあそこを挙げた理由みたいなメインで今回は話していけたらいいかなと思います。人との出会いを大切にする旅をするっていうところは、まあこれはもともとね出発する前から言ってたよね。出発する前から本当に現地の人と交流する旅をしたいっていうのは言ってて、だからボランティアとかしながら行こうっていうのは言ってたけど、やっぱ最初の3ヶ月間はなかなか挑戦できずにいたけど、まあ、このヨーロッパに入ってからはカウチサーフィンとワーカーウェイっていう、まあ、この主に2つのプラットフォームを使いながら人と関わる旅をしてきたっていう感じですね。まあ、その関わりを通してやっぱりこれが大事だなっていうことは再確認できたから、これをもう一番の目的に改めてしたっていうところですね。人と関わることによって本当にいろんな学びっていうものがある。例えばで言うと、同意をそうね、やっぱ人と出会う旅の中ですごい同意の大事さを、もう本当に私はそれです。コンセントイズエブリシング。それが一番だね。それが一番。カウチサーフィンとかワークアウェイではそのホストの方の自宅に泊めさせてもらうことが多いんですけど、自分たちが心地いいなと感じてる時には、もうほとんど全ての場合ホストの方が自分たちのことを気遣ってくれてる。フィールフリーにしていいよとか Whatever you want で何でもいいよとかっていうのを何回も声かけてくれたりとか、何か行動するたびにこれはどうだけど決めるのはあなたたち次第だよ、そこに何のプレッシャーもないから、っていうのをちゃんと口に出して言ってくれるっていう、絶対に同意を取ってくれるっていうところがすごい当たり前だった。まあ、私たちが出会った人がそういう人が多かったっていう傾向はあるのかもしれないけど、私たちが訪問者で向こうがそのホストの方っていうそこに力関係があるから、それを気にしてくれて私たちが関わりやすい環境っていうところを作ってくれたっていうところが本当にすごいなって思ったし、自分もそうなりたいなって思ったし、それが日本にいた時も大事だとは思ってたけど、それがあることで信頼関係を築けるんだっていうところが、自分の一つの成功体験になったのがすごい良かったなって、でそこは俺らも徐々に変わっていったよね。その人とどう関係を築くのかっていうところは毎回悩
悩むし、でも毎回学びがあるし、なんかシャイな人とかもいて、あんまり表には出してこないけど、実はあれもこれも私たちのために用意してくれてたんじゃないかなみたいな、いい面に気づく力とかっていうところもアンズとか強く、はい。でそのことの、食に関して言うと、やっぱ日本にいた時は常にお肉を食べてた。冷蔵庫にお肉がないと買わなきゃって思ってたし、スーパーに行ってすごいでかいパックを見るのが当たり前だったし、だけどヨーロッパに入っていろんな人の食文化にも触れさせてもらって、お肉って別にそんな使う必要なく美味しく健康にバラエティ豊富に食事が取れるんだっていうところが気づきだったかな。ビーガンとかベジタリアンの人にももちろんあったけど、そうじゃない人でさえ野菜しか使わない料理を出してくれたりとか、私たちの学びで言うと、全くお肉を取らないとかっていうよりかは、そのお肉がどこから来てるんだろうっていうところとか、なかなかそれを知るのって難しい場面もあるかもしれないけど、意識したいなっていうふうに思ったっていうところですね。私日本に帰ってからもビーガン料理とかにもチャレンジしていきたいなって思ったっていうところです。あとはやっぱりその働き方とかっていうところも、日本といえばハードワーキングだよねっていうのはもう揃いもそこって言われてて、でもそれも結局自分が納得してるかどうかが一番大事だとは思うんだけど、常に仕事のための人生ではなくて人生のための仕事だっていう話は何回も聞かされたし、改めて強く意識したし、自分の時間とか、例えば家族とか友達とか自分が大切にしたい人との時間をすごい大事にしている人が多かったなっていう印象でしたね。だけど子供を持ったりしたらまたお金が必要になってくるから、必然的にハードワークをしなきゃいけないとかっていう状況もあるから、なかなか難しいかもしれないけど、いい学びとして、あとはやっぱ日本の単語を知ってくれてたりとか、挨拶を知ってくれてたりとか、日本文化っていうところの魅力っていうのの再認識なのにもつながった。ゴミがなくてトイレが無料で食事が美味しくて、もうこれだけでいいですそれがどれだけすごいことかっていうところを気づかされるっていう、分別とかもめちゃくちゃ進んでるよね。そうだね。ちょっと一つ目からめちゃくちゃでもこんぐらいやっぱ人との出会いの中ではいろんな、多分ここでは喋りきれてないぐらい学びがあるし、そういう経験をたくさんさせてもらえたから、やっぱりこの人と出会う旅っていうのがすごい自分たちには合ってるなっていう、ようやく一つ目が終わりました次二つ目はこの次に旅する人のためになる旅をするっていうところも、結構これは何回か感じるところが、これは大きく2つの視点があると思ってて、世界的に見たすごい引いた視点っていうのと、日本人としてっていうところ、2つの視点があって、そこでくくるのは個人的には好きじゃないんだけど、でもそうやってくくられて見られることとかは結構あって、日本人でくくられたおかげでいい思いをできたっていう経験がたくさんありましたと。例えば次のワークアウェイを探す時も、前回日本人の方が来てて、その方がすごいいい人だったからあなたたちを受け入れたいって思ってくれる人がいたりとかね。そういう意味で自分たちが行う行動だったり言動だったりを気をつけることによって、また俺らの後に旅をする人が旅をしやすくなるような、それはカウチサーフィンとワークアウェイだけじゃなくて、普通に外を歩く時とか観光する時とかもめっちゃ細かいところです。ゴミをポイ捨てしないとかわかんないけど、全部気をつけられてるかどうかわかんないけど、常にそういう意識は持っていきたいなっていうところですね。ヨーロッパでは結構その公共交通機関とかもチケットのチェックがないんだよね、誰がいつチェックするのかわかんないけど、ルールがあるんだったらそれを調べて払うというところとか、今回のホテルにもちゃんと食器をきれいにして片付けるとか、よくわかんないけど、とにかくそういう細かな気遣いいきたいなと。そうね。それでちょっとでもその人の中の日本の印象とかが良くなってくれたら、ちっちゃいことかもしれないけど、それがその人にとっては初めて来る日本のお客さんかもしれないし、初めて日本人の友達になるかもしれないから、この意識は常に持っていたいなって思ってたところかな。これまでに旅をしてきた人たちが積み重ねてくれたことだと思うから、自分たちもそれをつなげていきたいなって思ったっていうところですね。でそれが一つ小さい目線で日本人としてっていうところで、もうちょっと大きい視点でいくと、トルコであったカップル、飛行機を使わずにヒッチハイクって活動してて、同じ距離移動するのに飛行機が一番速いんだけど、環境に与えるダメージが一番大きいと。ヒッチハイクっていうのは自分たちがいなくてもそっちに行く人たちだから一番エコだよねっていうことを言ってて、全くそういう視点を持ててなかった。飛行機は今回もエジプトクルーに使ったりはしたけど、できるだけ陸路を使おうとか、そ
そういう考えになりましたと。もちろん多分旅をしてるだけでそこはゼロには絶対できないできてないだろうし、まだまだ気づけてないところも多いかもしれないけど、人だけじゃなくて環境とか生き物とか、できるだけ傷つけたりしないような努力をしていこうっていうんですね。自分たちだけがこの旅をしててなんかイエーイみたいなラッキーみたいないい思いをしてることがないようにしたいなって。それがまあ2つ目です。で3つ目が、これはもう割とシンプルで、これは主に俺かもしれないんだけど、今この瞬間を大切にする旅をする。安西はもともとそうやってたよ。まあでもそれは常に改めてこうやって書き起こすことによって、俺の場合はやっぱ動画回さなきゃとかインスタ上げなきゃとか、そっち側に意識がいってその瞬間の自然とか意識とか人との会話とかっていうところに集中できてないなって、それに気づかされたのはフィンランドでボランティアをしてる時の年齢が自分の親ぐらいの夫婦の方たちだったんだけど、その方たちは野生のなんか鹿とかが出てきた時にカメラやってなくても自分の目で見たからいいじゃんって話をしてて、ワークアウェイなんて結構いろんな田舎に行くけどその土地にある自然を楽しむっていうマインドを持ってて、で一緒にハイキングに行ったんだけど、一匹鶴がこうやって飛んだのだけでもすごいなってその瞬間思えて、その瞬間を大事にしたいなと思いました。今ある幸せとか今ある楽しさに気づける自分になるっていうところだね。そうだね。うわ田舎だな暇だなじゃなくて近くに行ったら綺麗な湖があるんじゃないかとかそんなことは思ってないでしょ。いや思ってはないけど、でもそこに対して楽しいってあんまり思えてなかった自分はいたかもしれない。普通にボランティアやって動画編集してボランティアやって動画編集してみたいな日になっちゃうところが、自然なんか楽しめる場所ないですかって聞いたりとか、そういう心がけが大事だなって思ったから、本当にその2人のスタンスにはまだストップが多かった。ここはさ、旅を始めてから常にバトってたよね。バトってた。私は写真とか逆に撮るのがすごい苦手で忘れちゃうっていう。でもカンさんは多分動画編集とかインスタとかに使うための素材を残すっていう意識がすごく強くあって、逆に私はそれができないから自分ももっと意識しなきゃなって思わされたところでもあったけど、そのバランスを保つのがすごく難しくて、やっぱせっかく2人で旅をしてるから2人で楽しむことを共有したいなって、っていうのでストーリーの投稿頻度は減ってます何時かな。そうだね。でも本当にたくさん学びがあったし、よかったね。よかった。動画編集が追いついてないから。そうだね。でもこれからね、5万ぐらいからカウチサーフィンとかを使い始めて、動画で見えるかわかんないけど自分たちの中ではすごい大きな価値観の変化があったから、変わっていく様子とかも見てもらえたら嬉しいなと思います。そうだね。カウチサーフィンとかワークアウェイでもすごい本当にたくさんの方にお世話になって、今度はそれをやっぱ自分たちも日本に来てくれる旅行者の人にそういうおもてなしができるようにしたいなって思って、私は早くそういう環境を帰りたいということですかまだ半分残ってますがっていうね、なんか一つのやりたいことが増えた。そう、今回の振り返りとしてはこの3つの大きな軸を改めて定められて、でももちろん今回は結構ポジティブな面をたくさんやったけど、ホームシックになったり体調不良にもなったし、クレジットカードも不正利用されるし、物も壊れるし、でもここまで大きい被害はなく、ここまで来れてるから引き続き気を引き締めていきたいと思います。はい、長々と喋りましたが、最後に費用のところだね。そうだね。出発前に自分たちの予算は話してたし、前回の3ヶ月動画では予算についてがっつり話してるけど、今回はそもそも公開するのかどうかを迷ったんだけど、公開はこの後するんだけど、やっぱこの3ヶ月は結構ワークアウェイとかカウチサーフィンとかっていうのを主に使ってたりしてて、今でも連絡取り合ってるようなホストの方とかたくさんいい関係を築かせてもらって、でそういう中で自分たちが使った費用を公開することでその予算を抑えるために使ったっていう風に思ってほしくなくて、自分たちはあくまで人と出会いたかったから使ってるんだよっていうところだったから、そういう面では伝えたくない一方で、自分たちの費用を伝えることで旅の可能性が広がるっていうことがあるかもしれないって
っていうそれもあれだよね、その次に旅する人の次になる旅をする次にっていうところで費用を公開するのも何かのプラスになるかもしれないっていう面ですごく迷ってで話し合った結果今回は3ヶ月使った費用を公開します。でもその詳細は前回みたいには深くここでは公開はしないです。詳しく知りたいとか詳しく知りたいっていう方がいたら全然もうそこは正直に何でも答えるので連絡くれたりとかしたら全然答えます。なので使った費用はこちらなんですけど、これがどうやって感じではなくて、あくまで事実としてこれぐらいを使ってます。もともと考えてた1年間のプランとしては、比較的同じぐらいの水準で進んではいますっていう感じ。旅のだからこれも進捗状況みたいな、進捗状況ですね。本当にねそこを抑えるためのカウチでもワークアウェイでもないから、そこだけは思ってほしくないし、俺らもカウチとかワークアウェイをしている時はもうできるだけホストの人とたくさん時間を過ごそうと心がけてっていうところもあるので、一つの参考になればというぐらいですかね。そうだね。でも本当に現地の人と交流したいとか本当の地元の文化を知りたいっていう気にはこのワークアウェイのホストめちゃくちゃおすすめ。素晴らしいプラットフォームだと思います。ちゃんと使うときはレビューを見るとか安全に使う方は大事。ちなみにこの金額の3分の1ぐらいは実はギリシャで使ってます。ギリシャで友達と会っていろんなツアーとかサントリーニ島に行ってとかこうやってたタイミングで3分の1ぐらいを使って、でもそれはすごい使ってよかったなって。いや使ってよかった。人と過ごすっていうところを一番に置いてるから、サントリーニ島では本当に俺の友達と会うためのお金だったら全然使ってもいいなっていうので使ったし、だからこの3ヶ月の費用っていうのは常に自分たちが人と出会うためにお金を使ってきた、人との過ごす時間だったりとか人と食べるご飯だったりとか、そこには妥協はせずに常に使っていこうっていうスタンスで使ってたっていう感じですね。だから観光名所にはほぼ入ってないしヨーロッパの観光名所はマジで1個も入ってない。だからこの国の自然とかいうところはあんまりもしかしたら行けてなかったりする旅のスタイルかもしれない。そうね、そう私たちのこういう旅であればこれぐらいのお金を持ってたら旅に出れるよっていうそういうことです。はい、ちょっと長くなりましたがまた続いて12月は12月南米かもしくは日本かもしくは東南アジア東南アジアが今のところなんだかんだ好きなんだよな。好きだね。アフリカねサファリとか行くのやめたから。そうもともとサファリとか行こうって言ってたけどやっぱこの旅のスタイルを決めてから、今回の旅の目的ではアフリカは行かなくていいかなって思ったので、エジプトとモロッコだけ行きます。そんな感じで行こうと思いますので、また3ヶ月後お楽しみに待っていただければと思います。それではじゃあいつものやっちゃう。気をつけありがとうございました。いつものだったそうだった日本の文化かもしれない